こんにちは。学校で校長先生からいじめを受けている、のすけです。前回の動画、ナレーションに挑戦して2回目だったのですが、生声について賛否がありました。ちょっとアンケートを取ってみたところ、どっちでもいいよ、という視聴者が半分。時点がゆっくりの方が良い、でした。のすけもある特定の生声にアレルギーがあるので、生声で動画を視聴したくなくなる気持ちもわかります。なのでかなり悩んだのですが、もう少しナレーション方式をやってみようと思います。理由は2つあって、1つは、動画を投稿し始めた初期のコメントで、ゆっくりは聞き取りにくいからやめてくれ、というコメントが多数あったこと。機械音声にアレルギーがある人もいるだろうし、特にのすけが使っている、男性1の音声は、携帯のスピーカーだと聞き取りにくいんですよね。つまり、今チャンネル登録してくれている視聴者に、ゆっくり NG、生声 OK 派が少ないのかもと。2つ目は、喋り慣れてないだけもあるよね。問題。そもそも、引きこもりニートなので、普段からあまり喋らない方だし、マイクの前で喋るなんて、小学校の放送委員会以来だから仕方ないんじゃ。あと、マイクとかミキサーとか、道具のせいにしてしまいたい気持ちもあります。もっと普通に喋ればいいのに、というコメントもあったので、もう少しナレーションで頑張ってみようかなと。ただゆっくり派の人の気持ちもわかるので、ナレーションとゆっくりで動画を分けて投稿します。ナレーション方式の動画は、字幕をゆっくりの音声 0% で作っているので、ナレーションをミュートすれば簡単にゆっくり音声の動画が作れます。どっちも YouTube に投稿すると煩雑になるので、ゆっくり音声の動画はニコニコに投稿することにします。ということで、しばらくナレーション方式にお付き合いください。前置きが長くなりましたが、ここからが本編。今回は先週のライブ配信をセルフ切り抜き、プラスアルファした動画になります。ライブ配信の方が比較的に普通な喋りなので、聞きやすいかなと思ったり、思わなかったり。パソコン新しく買ったんですけど、なんでパソコン買ったのかっていうと、動画見ていただいてるんで、関西に行ってきたのは見たと思うんですけど、ロータスサーマルソリューションという会社と、今後もちょくちょくお付き合いがありそうで、大阪に、出張みたいな感じで行くことが多そうで、その時に、向こうに行ってなんかいろいろ説明するのに、自分でノートパソコン持ってないと、ちょっとやりにくいなと思って、今回、ノートパソコン買いました。で、ノートパソコン買うの久しぶりだったんで、ちょっと悩んだんですよね。何を買おうかな。やっぱりキーボードが結構重要だなと思いまして、で、ネットで調べたら、結構キーボードってメーカーによってまちまちで、一般的な日本語配列のキーボードであったとしても、こういう風にエンターキーとかバックスペースキーの間のスペースが足りないようなやつ、どのメーカーも多くって、あとこういうちょっとキーボードが完全にフラットなやつも僕としてはちょっと使いにくいな。結局、このデルのインスピロンっていうんですかね、インスパイロン。あと、このダイナブックはライゼン、AMD の CPU がないんで、ちょっとこれはなしだなと。私赤組でライゼンしか使ってないんで。で、あと、HP のエンビーという機種。この2つ、特にエンビーはかなりキーの配列が良かったんで、デルか HP かどっちにしようかなってちょっと悩んでたんですけど、価格コムでいろいろ調べてみると、このデルのパソコン結構重たいんですよね。1.7 キロ。で、HP の方が1.4キロで、300グラム。缶ジュース1本分ぐらい違うんで、軽い方がそりゃいいよね。ということで、値段としては、デルの方が安いんですけど、エンビーというやつから選ぶことにしました。で、エンビーでこれ、約3万、2万5千円ぐらい違うんですけど、これ何が違うかっていうと、このメモリーが16ギガか32ギガか、普段私がデスクトップを使っている限り、3D キャドとか開いて、いろんな作業をしだしちゃうと、16ギガって超えちゃう時もあるんですよね。なんで今回そういう CAD とかを使う用途がちょっとあるんで、32ギガ高いですけどね。メモリーが
なんで高いかっていうと、これ後付けで、メモリの増設とかできないんですよね、最近のパソコンって。この LPDDR5、ロープロファイルなのかな。挿すやつじゃなくて、もう、基板に実装されちゃっているやつみたいなんで、後からメモリの増設ができないということなんで、もう最初からちょっとお金はかかっちゃうけど、32ギガ買うことにしました。早速それで開封をしていこうかなと思うんですけど、で、パッケージ見たら、この裏のところに、これ、引くやつが、ここにあるんですね。ちょっと開けてきます。開けます。お、お、逆でした。なんかすごい、箱、凝った感じになってますね。こう開けるとちゃんとこういうのが出て、エンビーなんていうロゴがあれなんですね。保証書が入ってました。黒い袋に入ってる。これはどう取ればいいんだろう。Mac とかは白いやつに入ってますよね。ちょっと私買ったことないけど、開封動画とか見ると、開けます。おー。さすがに薄いですね、これ、結構。大きさは、A4 サイズなんで、大きいぐらいですね、A4 の紙より。ただ、書類カバンとかには余裕で入る大きさですね。銀色、これなかなか高級感あって、良さげですね。これは何だろう。なんか書類が入ってました。よくわからないけど。これがバッテリーですね。ゴムのケーブルじゃなくて、こう布っぽいケーブルになってますね。これコンセント側は普通のゴム製のケーブルでした。で、こっちが、これはマウスですね。これ、セットでマウスが同梱されているんで、結構大きいですね。このマウスは。私、最近この、アーテックっていうんですかね。それよりも若干サイズ的には大きい感じ。梱包されていたものは以上です。画面越しでわかるかわかんないですけど、結構高級感ありますね、なんとなく。MacBook とかに比べちゃうとちょっと、この辺のデザインが丸みを帯びすぎちゃってて、ちょっとかっこ悪いかもしれないけど、でも、悪くはないんじゃないかな。で、気になるのは、本当に重さが 1.4g なのか。測りを、1376g。この重さで 1.4 か。やっぱりこれで 1.7g だったら、7kg だったら、やっぱちょっと重たいなって感じしますね。これも結構持ってみるとずっしり重たいんで、軽いやつで良かったかもしれない。で、開けてみますと。開けてみると、こんな感じ。かっこいい。ライゼン 7? ラデオン。ライゼン7で 8040HS ってやつですね。最近のモバイル版の CPU ってなんかやたら難しいんですよね。この8840か。8840のこの4っていうのがジェネレーション。ここが4だからこの人は全4。ここが3だと全3いうややこしいやつになってるみたいですね。ライゼン7の 8840HS っていう8コアの16スレッド。3.3 っていうのはベースのグラフィックスもラデオンの 780M なんで、最近僕が買ったライゼンの 8700G、あれと同じグラフィックスが載っていると。で、このパソコンちょっと一番気になったのは、見てもらうと分かるようにグレアなんですね。光沢のあるやつ。暗いところで使うと自分の顔がバッチリ映っちゃうっていう。ここだけちょっと気にはなってたんですけど、それについては、どっかの吉田さんも買ってましたけど、液晶保護フィルム、ノングレアにしてしまえば、どうにかなるかなと思いまして、そうすることにしました。一番気になっていたキー配列。キー配列いいですね、これ。やっぱり。エンター大きいし、バックスペースも大きい。ここが繋がってない。ここも繋がってない。ここも繋がってない。で、日本語キーボード。
あ、まあ、電源がここなのか。ちょっとここは微妙かもしれないな。電源ここなんだ。ちょっとこれバックスペース、デリート、ちょっと間違えちゃいそうだな。ホームページに載ってるやつって日本語キーボードじゃなくて US キーボードの配列で外観の形状載ってるんで、結構細かいところチェックできないんですよね。まあちょっとこれ慣れるのかどうか。ちなみに、ここにイヤホンジャックがあって USB のタイプ A が右側に一つ、こっちにもタイプ A が一つと HDMI とタイプ C が二つですね。あれ給電はどこにあるのかしら。あ、USB のタイプ C なんですね、給電が。最近そういうのが多いのかな。早速電源挿してみます。左側にタイプ C のポート。これは、なんかどっちも同じマークだから、ここに LED がついてるっぽいんで、こっちに挿すのかな。電気がついた。あ、しかも赤だ。すぐ起動できるかな、これ。普通のノートパソコンここまでしか開かないんですけど、こっちまで行っていわゆるタブレットみたいな形になると。いわゆるペンで、いろいろ書き込みみたいなのができるようになってるみたいです。で、ペンも、どうせなんで、今回買ってみました。ペンタブのペン。こういうペンでした。先っちょにこれ、ゴムみたいなものがついていて、で、これでカキカキすると。ちょっと後で使ってみましょう。この状態でも使えるよっていうのがこのパソコンの上ですかね。2-in-1。そう。ペンは別売でした。5000円ぐらいしたような気がします。でもなんか純正品じゃないと感度とかの問題が出ちゃうかもしれないなと思ったんで、一応純正品買っておきました。電源入れてみますか。ポチッと入れてみます。ついた。LED がついている。起動できたみたいですね。起動できました。で、ここであれか。マウスが必要。スクリーンリーダーを使用してデバイスを設定するには、Windows プラスコントロールプラスエンターキーを押してナレーターをオンにしてください。その他のアクセシビリティ機能を利用するには、Windows プラス U キーを押すか、下部中央にあるアクセシビリティアイコンを選択してください。喋りましたね。今ちょっとした音を聞くと、結構スピーカーこれ良さそうですね。なんか安いやつってこういう機械音声がかなり割れちゃうような音を出すことが多いと思うんで、結構いい音してたなと思いました、今。で、これマウスはこれを使うんだけど、電池を入れるところがどこだかわからないな。ここだ。こっち側に開くんですね、HP のやつ。何これ取れるのこれ。取れた。へえ。HP のやつはこっち側に普通こっち側ですよね。こっち側のどっかが、開いて、この表面側が開くんですね。なんか初めてこのタイプは使いました。なんか安い電池が入ってたんですけど、とりあえず入れときます。なんかちゃんとこれで入ってんのかな。なんか心配になっちゃう。ちょっとこのマウスは安っぽいかもしれないな。マイクロソフト IME スキップ。抜けよお前のキラークイーンをよっていうシーンがあるんですけど、いや、あのシーンがめっちゃ好きですよね。ということで Windows のセットアップが終わって1週間ほど使用してみました。率直な感想としては悪くないですかね。まずはベンチマークの結果を軽く紹介します。みんな大好き FF15 ベンチ。結構いい音ですよね。調べてみると音もそれなりにこだわっているみたいです。結果はこうなりました。左がエンビーで右が比較用のデスクミニ X600 です。ほぼ同等の CPU、GPU での比較となります。スコアがどちらも3000を超えているので、そこそこ遊べるという結果。内蔵 GPU のノートパソコンで3000を超えてくるのは
素晴らしいと思います。エンビーの方が若干スコアが低いのは消費電力の差なのかなと思っています。一番重たそうな戦闘シーンでも結構ヌルヌル動いています。次はキネベンチ2024。シングルのスコアの差は小さいですが、マルチではスコアの差が大きくなっています。エンビーはマルチのテスト時に CPU の使用率が 100% にならなかったので、UEFI で電力制限をしていると思います。最後は SSD のパフォーマンス。SK ハイニクスの PCI Express 4.0 NVMe SSD が搭載されていました。電源投入回数の7万回が謎ですが、シーケンシャルリードが 7000MB/s、ライトが 6000MB/s 出ているので十分に速いと思います。ということで、性能は Ryzen 7 8700G を搭載したデスクミニ X600 と同等といった感じです。次はキーボードについての補足。ライブ配信では電源ボタンがバックスペースとデリートキーに近くて心配という話をしていましたが、問題ありませんでした。この電源ボタン、長押しでしか反応しないので、瞬間的に電源ボタンを押してしまってもスリープには入りませんでした。ちなみに1秒以上押すとスリープに入って5秒でシャットダウンになるみたいです。キーボードの打鍵感はしっかりした押し心地で特に違和感はないです。あと2段階調光のバックライトがついていました。タッチペンはボディの側面にくっつきます。天板にもくっつきます。ペンが転がっていかないので便利だと思います。タッチペンは USB Type-C での充電式です。書き心地や追従性も悪くないと思います。ただ、液晶には戻るボタンがないので、一般的なペンタブの代わりに使うには不便だと思います。最後はカメラとマイクの性能です。カメラはデフォルト設定、室内、照明なしでも明るいです。音声も回帰用であれば悪くないと思います。ということで HP Envy のレビュー動画でした。感動するほど良くはないけど悪くはないといった感じです。7月の22日まで 30% オフになっているみたいなので、タブレットとして使えるノートパソコンを探していた人、検討してみてはいかがでしょうか。ではでは。